こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆用語と言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃に登場する煉獄さんの日輪刀を作ってみました。ご覧の通り刃が炎のような模様になっていてとてもかっこいいですね。つばも炎の形をしています。とても特徴的なデザインですね。それでは作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。刃の根元にある文字をテンプレートを使って写し取ります。写し取った文字を切り抜いていきます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフを使っています。デザインナイフはホームセンターで買うことができます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。それを先ほど切り抜いた箇所の裏側に接着します。切り抜いた内側にあるパーツを接着していきます。非常に細かいのでピンセットを使って一つずつ接着していきます。刃の芯を作ります。園芸用の棒を使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。ちなみに棒の中身は鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので少しでも曲げやすくするためにまずはカッターナイフで皮を剥いてしまいます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。文字をハンダゴテの熱で彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。端に1枚パーツを接着したら、これにて刃の組み立てが完了です。つばを組み立てていきます。パーツが複数枚あるので、それぞれ瞬間接着剤で接着していきます。瞬間接着剤を多用しておりますが、すべて100均で売られている瞬間接着剤を利用しております。刃の棒部分につばを通して瞬間接着剤で接着します。柄を組み立てます。3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。端が角張ったままだとおかしいのでカッターで斜めに切ります。グルーガンをたっぷりと盛り付けて刃を接着します。蓋をするような感じでパーツを1枚接着します。柄の両端にそれぞれ1枚ずつパーツを接着します。これにて組み立て作業が完了です。次は塗装となります。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。
ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで灰色や黒を塗装します。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものを利用しております。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをたくさん貼り、型紙を使ってマーキングしていきます。左右両面必要なので2枚作ります。そして切り抜きます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフを使っています。なお、マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場に売ってます。切り抜き終わったので刀に貼り付けていきます。銀色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。次はオレンジを塗ります。なお、使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。おもちゃ屋さんの模型売り場で売られています。さらに、軽く赤を塗って深みを持たせてます。塗り終わったのでマスキングを剥がします。次はつばを塗ります。まずは内側に赤を塗っていきます。そしてまたマスキングをします。マスキングテープを貼り付けて端をデザインナイフで落とします。黄色を塗ります。そして外側はオレンジ色で塗ります。残りの細かな部位は筆でミスターカラーを塗って軽く仕上げます。悪鬼滅殺の字を彫った部分を塗ります。白く塗ります。平たい紐をハサミで切っていきます。それをグルーガンで柄に接着します。紐は手芸店で買いました。一通り接着したらこれにて刀の完成です。全長は100センチ、重量は 130g となります。中に鉄の棒が入ってますので、とても丈夫です。簡単に折れるようなことはありません。このように振ったりしても大丈夫です。鞘を組み立てます。鞘に模様があるので、型紙を使って写し取ります。型紙に穴が開けてあって、その位置をこのように写し取って、それを元に線を引いていきます。一通り模様を引き終わりました。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。このような接着しづらいような場所の接着時にはアルテコスプレーを使うととても楽になります。ぜひ試してみてください。模様をハンダゴテで彫ります。煙が出ることがありますが、吸わないようにご注意ください。両端にパーツを1枚ずつ接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装です。刀と同じ流れで塗装します。まずは造形ベースを塗ります。ベースカラーとして灰色をラッカースプレーで塗ります。色を塗り分けるためにマスキングを行っていきます。白をエアブラシで塗っていきます。もちろんラッカースプレーでも OK です。ハンダで彫った線がくっきりするようにマジックでなぞっていきます。漫画版だと灰色の部分に細かい線があるので、マジックでこのように線を引いていきます。というわけで完成です。鞘の全長は80センチ、重量は 60g となります。すべて作るのにかかった制作時間は20時間、材料費は2000円となっております。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。鬼滅の刃の動画は他にもいろいろあります。炭治郎、善逸、伊之助の日輪刀、義勇、忍、三つりの日輪刀。
アクセサリーもいろいろあります。当チャンネルでは武器や僕の作り方動画をたくさんアップしております。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またね。